こんにちは、ネイリスト中山千恵子です。今回は前回のサロンワーク動画の続きです。やった!前回はジェルのオフをしてプレパレーションまでが終わりました。今回はアクリルのスカルプチャーをニューセットしていきます。早速、ダペンディッシュにアクリルリキッドを入れて、爪の表面にはプレプライマーを塗っていきます。私はですね、この時、ジェルの時もアクリルの時も同じプレプライマーを使っていて、ジェル用のプレプライマー使ってます。で、プライマーはね、いつも使用しておりません。そうなんだ。フォームを爪の先端の形に切ったら装着してアクリルを乗せていきます。フォーム装着する前にフォーム自体にも爪と同じカーブの丸みをつけておくと装着しやすくなります。筆にリキッドを取ってパウダーを取った後にできるこの今の状態をミクスチャーと呼びます。でミクスチャーを甘皮付近に置いたら爪の先端に伸ばしていくんですけれども、今回のオーダーはお客様がクリアのピンクとクリアのレッドで迷っていて、上からジェルネイルを塗る予定なので、甘皮周り2ミリぐらいほんのり少し開けています。で、アクリルだけの時だったらもちろん根元からつけていきます。スカルプチャーに丸みをつけて折れづらいようにしていくんですけれども、今の段階だとまだ柔らかくて綺麗にピンチが入れられないので、もう一本アプリケーションをしていきます。爪を少し下に傾けてミクスチャーがサイドに流れないようにしていくんですけれども、ミクスチャーが柔らかすぎるとどうしても流れてしまうし、硬いと動かしづらくなったり、あとはね、結構スカルプが浮きやすくなってきてしまうので、ミクスチャーは本当にミクスチャーのね、取り方をもうここはひたすら練習していきます。ちなみにミクスチャーの撮り方動画もあるので概要欄に貼っておくので、ぜひそちらもチェックしていただけたらとっても嬉しいです。ちょうど1本アプリケーションをしたらいい感じに硬くなってきたのでピンチを入れていきます。この左右からピンチを入れて丸みを作って爪を折れづらくしていくんですけれども、入れすぎも要注意です。入れすぎると地爪が変形してしまったりとか、入れられているお客様が痛いと感じてしまうので、入れすぎないように丸みを少しほんのりカーブを作っていきます。なるほど。そしてこのアクリルが硬くなりすぎてしまっていると力技で入れていくので、かなり自分も力使うしお客様も痛いです。で、柔らかすぎるタイミングで入れてしまうとスカルプチャーだけが内側にグイって入り込んでしまうので、このストレスポイント際、表面ファイルで削った時に爪の表面のストレスポイント際が薄くなっちゃうんですね。この先端しか内側に入らないから。なのでそれはそれでピンチを入れた意味がとってもなくなってしまうのと、折れやすいスカルプチャーになってしまうので、表面触れるし少し固まりかけているので、押したら地爪ごとちょっと内側に巻いてはくれるけど、表面の硬さを崩さないぐらいは硬くなっているというタイミングをうまく狙えるようになると、綺麗にピンチも入るし、ピンチを入れるときにお客様も自分も痛くないです。なのでね、結構このピンチ入れるタイミングもここもそうですね、私は結構通っていたスクールでスカルプの授業が一番多かったのでものすごいやったんですけど、とにかくでもここも経験がとても大事なので、どんどん試しにまずは自分の手とかねで、その後
家族とかお友達とか協力してくれる方にお願いとかして、どんどん練習をしていくとタイミングとってもつかめると思います。そんなわけでアプリケーションが終わりましたので、爪を削っていきます。で、親指はまだピンチ入れてないので忘れないようにしてください。忘れちゃうとね、後でやばい、親指ちょっと硬くなってきてピンチがあんまり入らないかもっていうことが、私はサロンワークでは正直多々あります。なので親指のピンチを忘れないようにしながら、まずはアウトラインから整えていきます。アクリルはメーカーにもよりますが、だいたい5分程度で完全硬化をしていくので、まだね 2,3 本削って5分経っていない段階で、今回は親指ちゃんとしたタイミングでピンチを入れることができました。忘れずに入れられました。で、ピンチを入れたらまた削りを続けていきます。先端を整え終わったら、一度長さをお客様に確認をしてもらって、大丈夫だったら表面を削っていきます。サロンワークの時はね、結構マシーンも表面削っています。で、このマシーンでも表面を削っています。で、この時はオフの時と同じで、カーバイトビットだったかな、名前のミディアム使っています。アクリルだとね、ミディアム結構いい感じに削れます。ジェルよりアクリルの方が硬さが硬いです。なのでファイルでもマシーンでも削っていくときに、ジェルの方がどんどん削れます。で、アクリルの方がちょっと硬いので削りが遅いんですけど、ミディアムの粗さでいつもジェルオフするときに削っているので、逆にこのスカルプチャー、アクリルのスカルプチャーだと表面削るときにちょうどいい硬さです。ただ、力加えてしまうと本当にどんどんそれこそえぐれるように削れてしまうので、表面をね、撫でるようにマシンを使うときは全く筆圧をかけないで使っています。そうなんだ。マシンで表面整えた後にもう一度ファイルで整えていきます。ファイルで整えることによってより細かいところに手が届くというか、滑らかさ、スムーズさを作っていきます。で、ただこの時に今回はこの後上からクリアのワンカラーをオーダーいただいているので、形かなり気にして削っています。もちろんクリアカラーじゃなくても普通のワンカラーだったりフレンチだったりとか、形を気にして削ります。ただサロンワークだと、例えばですけど、この後表面に 3D をもりもり持っていく、パーツをたくさん乗せる、もうビジュをいっぱいゴテゴテっと乗せたりとか、もうホログラム敷き詰めますなど、表面の形が見えない仕上がりになる場合は、ここ細かく削っていっても最終的な仕上がりにそんなに響きませんので、そういう時はファイルはね、もうちょこっとしか書けなかったり、もう気になるところしか書けない場合や、書けないっていうこともあります。そこはね、仕上がり、いただいているオーダーでどういう仕上がりになるかを気にしながら、ここはサロンワークなどでね、調節しています。なるべくね、サロンワークだと時短に仕上がるとお客様も自分も嬉しいので、引き算というか、引けるところは引くというようにしています。お客様がクリアピンクとクリアレッド悩んでいたので、まずはカラーチャートを見て色を選んでもらったら、もう一度甘皮周りの地爪が出ている部分にプレプライマーを塗って、ベースジェルは根元から先端まで塗っていきます。アクリルは今回根元の部分2ミリ程度上げているので、必ずベースジェル根元から塗っていきます。アクリルを根元から塗っている場合であれば、ベースジェル塗らなくてもそんな浮くことはないかなとは思いますが、ちょっとね、断言はできないので、私はいつもアクリルをちょっと根元開けて、ベースジェルを根元から先端まで塗るという方法をとっております。
本とも塗り終わったらライトに入れて交換をして、ちょっとね、ここでお客様、クリアも可愛いってなったんです。お話ししながら。で、ちょっとじゃあ1本クリアピンクを塗ってみるので、決めましょうということになったので、まず1本だけ小指の部分クリアピンクを塗ってお客様に確認いただいたところ、結構ね悩まれたんですけど、今回はやっぱりクリアにしますということだったので、エタノールで拭き取ってトップジェル塗っていきます。この時期は、クリアピンクもクリアレッドも可愛いんですけどね、どれも。でもやっぱクリアはクリアでね、また違った別の可愛さありますからね。この後もう一度表面にはトップジェル塗っていきます。で、先ほど塗ったトップジェルは普通のトップジェルで、もちろんツヤ出るんですけど、私はね、いつも最後の仕上げにこのノンワイプトップジェルを塗っていて、やっぱりね、ツヤがすごい綺麗なのと、長持ちしてくれるツヤが。なので、サロンワークの時毎回こちらを塗って仕上げています。で、今回はクリアの先端をしているので、まず表面はいつも通りノンワイプトップを塗ったら、表面はここで完成なのですが、裏からも塗っていきます。で、裏はちょっとまだダストが残っていたので、こちらもコットンにエタノールを浸して、しっかりと、まずはダストを取っていきます。で、その後、この裏の部分にもノンワイプトップジェルをコーティングしていくと、ツヤ感が増します。これはですね、私がもうね、サロンワークデビューしたのほんとね、15年ちょっと前ぐらい、もうだいぶ経ちますね、かなり。なんですけれども、その頃はまだね、長さのあるアクリルのスカルプチャーがとっても流行っていたんですね。で、その時にクリアの時は裏からもトップジェルを塗って仕上げるとツヤ感長持ちするし綺麗になりますというのをその時初めて入ったサロンの店長さんに教わったので、私は今もそれを続けております。そうなんだ。それでは手を裏に向けたままライトに入れて硬化をしてもらったらクリアのスカルプチャーネイルが完成となります。いや、やっぱこの色付きも可愛いけど、透明の正真正銘クリアもやっぱり可愛いですね。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。またね。